附属牧場の真鍋と申します。よろしくお願いします。今日は家畜と畜産物への放射性物質の影響で、餌に起因する汚染後の対策っていうことで、主に昨年行った仕事の結果を紹介させていただきたいと思います。でこれはもうここの会場の皆さんももう何回も見られたと思うんですけども、事故が2011年に起こって、途中いろいろとこうガタガタしたことがあるんですが、約1年後にですね、人間の食べ物のその基準値、これは放射性セシウムのトータルですけども、で飲料水が10で、子供が食べるっていうことで牛乳とか乳児用の食品が50ベクレルで、一般の農産物ですねの畜産魚も肉も卵も100っていうふうに決まりました。でそのような例えば、肉ですと牛豚とか鶏いろいろございますし、で魚も養殖業があるわけですけども、そういった100ベクレル以下を担保するために、どの程度の餌ですね、で餌の基準許容値として、例えば、今日お話しします牛とか豚、馬ですねの場合は100ベクレル以下にしましょうというようなことが、これは農水省の方から通達されました。でそれが2012年の3月ぐらいなんですが、その後も実はものすごく最初の2011年のようにですね、例えば7月に牛肉が2000ベクレルとか、そういうふうな高いものは報告されないものの、一応100ベクレルっていう基準値を超えるようなですねケースがやはりポツポツとですね見つかりました。で、今回その馬の肉についてですね注目して話します。でこの実はなぜ100を超えたかっていうのはいまだにですね本当のところよくわからない部分がございます。でこれは2012年の秋の時点でですね土壌がどの程度農耕地の土壌がどの程度汚染しているかということを、農林水産省が発表したホームページのものを、そのまま盗んできたようなものなんですけども、この馬がですね飼われていたのは会津美里町ってこのちょっとピンク色に書いてますが、この辺りは実は非常にこの汚染が低くてもう500ベクレル以下、もう汚染はないんじゃないかというようなところで飼われていた馬で割合100を超えるというような報告があってですね、いまだにちょっとよくわからないというようなことです。で実は多くのですね草食家畜については牛にしてもヤギとか羊、反数動物って非常に大きな胃を持っていて、その胃の中でですね食べ物、草が主ですけども発酵して分解してですね、そしてエネルギーとして利用すると。でこれについては、チェルノービリも含めて非常にたくさんの報告があるのですが、同じような草食家畜といっても馬についてはですね、実はこの人間でいう盲腸とか大腸ですね、肛門に近い部分がものすごく大きくて、そこに食べ物がですね溜まって、そこで発酵して利用している。だから同じ草食動物といっても随分と代謝が違うと。それからもう一つはですね、ヨーロッパ特にアングロサクソン系の人は馬肉を食べないということもあってですね、馬についてこういう馬肉についてどうのこうのというような知見があまりないんですね。そういったことも含めまして一度明らかにしておく必要があるだろうということで研究をしました。で実際には福島の第一原子力発電所から直線距離で130、ちょうど水戸の近くなんですけども、茨城県にある笠間市にあります附属牧場で行いました。でここでですね事故の直後、2011年の直後にですね刈り取って調整した、こういうヘイレージっていうんですけども、プラスチックのフィルムでラッピングして、これ1個が500キロぐらいありますが、この中で研気発酵させた餌ですね、これとで正常ヘイレージっていうのは、これは事故の2年後ですね
2年後に調整したもので、もう放射性セシウムは検出限界以下であるということが確認されて、ですからこの、汚染した餌を与えた後、正常な餌を与えてどうなるかというようなことを調べたということです。で実際に牧草なんですけども、よく牧草っていうのはなんか雑草のように思われてるんですが、これちゃんとした農作物でして、前の年ちょうど今頃ですね、ちゃんと畑を耕してそこに種をまきます。でその後ですね、ちょうど3月頃にかなり伸びてきたところで事故が起こって、ここで汚染してしまったんだと思います。でその後実際には連休明け5月ですね、2ヶ月後ぐらいになりますが、刈り取って乾燥させて、で乾燥させたものをさらにラッピングして中で発酵させると。でそうしますと大体3年から4年ぐらいはですね、餌として使うことができます。でよく干し草って乾燥がありますけれども、北海道の方は梅雨がないもんですから乾燥を作れるんですが、本州はですね、ちょうど5月6月ってこの刈り取ってこういうロールにする頃は梅雨ですので、3日以上その快晴が続かないというようなこともありますので、こういうラップを作って、ちょっと湿っててもいいというものを利用します。それで、実際に行った実験は簡単なものでして、最初にまず正常な汚染してない餌を与えて、馬の体の中から万が一ですね、汚染しててもそれを取り除いてしまう、実際には問題ないことを確認してますが、でその後8週間にわたって約2ヶ月ですね、汚染ヘイレージを与えまして、でその後また汚染してない正常ヘイレージに変えて4週間8週間あるいは16週間、大体4週間で約1月ですので、1月2月で4ヶ月ぐらい調べるということを行いました。でどの程度与えたかということですけども、この馬っていうのが大体平均して体重が400キロぐらいです。で400キロぐらいのものに1日10キロぐらいの餌というか10キロぐらいしか食べない。で今回調べましたこの汚染ヘイレージっていうのが大体500ベクレル弱ですね、480ベクレルぐらい、この程度の汚染です。で先ほど申し上げましたように、本来は馬の餌は100ベクレル以下ですよということをしてますから、約5倍くらい基準値の5倍以上ですね、汚染しているものを毎日毎日与えるということをしました。でこれは実際にやってる風景なんですけども、事故の後ですね、2年間野積みしてたものですね、でこれを馬小屋のところに運んできて中を見ると。で万が一穴が開いてますと腐ってしまってますので、そういうものは捨てるということをします。で体重も測って体重400キロあたりでですね10キロ与えるようにですね、ものすごい量なんですけど、これを朝昼晩、大体3回ぐらいに分けてですね与えて、で全部ちゃんと食べたかなということを確認するということをしています。で途中でちょっと馬にとってはかわいそうなんですけども、筋肉の中にどの程度セシウムが移行しているかということで、麻酔をかけましてですね、そして筋肉の一部を取るっていう、バイオプシーという聞こえがいいんですけども、こういうことを繰り返してですね、行いました。でこれはここにありますように中央競馬会の獣医の方々にも随分助けていただいてですね、牛はですね割合簡単におとなしく、痛いんでしょうけどももーっと言いながら取れるんですが、なかなかよく暴れてくれてですね、やっぱり気性が荒いというか、いろいろと教えていただきながらサンプリングをしました。で一応そういうふうにですね汚染したものを8週間約2ヶ月与えた後、正常な環境もですねきれいなところに移して、そしてどの程度のスピードで汚染した放射性のセシウムが体から抜けていくのかということを調べるということをしました。でこれは組み立て式のですね簡易馬房っていう馬の小屋なんですけども、そこに移して、で餌もそして周りの環境もですね汚染してないというところで実験をしました。というのが
先ほど申しましたように、130キロぐらいで低いレベルとは言いながらですね、事故の後こうフォールアウトで振って降りてますので、どこがどういうふうに汚染しているか正確に分かりませんから、一応こういうきれいな馬房でですね実験をするということをしています。でこれはちょうどこの実験をしている間の体重の推移です。でここが400キロになりますので6頭でやっていますが、大体ですねこの最初の4週間で体重が10から20キロ落ちてるんですね。でこれはなんでかっていうと、今回はそのヘイレージっていう草だけでずっと実験してるんですが、この前ですね、この前馬は穀物も与えられてて、人間でいうと非常においしいものを食べてたんですね。でそれがここでダイエットをしたもんですから、草だけになったもんですから、体重が落ちてしまったと。で別に病気でも何でもない。でその後ですね、ほぼずっと体重がですねむしろ上がり気味とか、あんまり変わらないです。で2週間後4週間後ごめんなさい8週間後そして16週間後にですねそれぞれ2頭ずつ安楽死処分してもう五臓六腑についても調べるということをしています。でこれは8週間ですね汚染した飼料を与えた時に筋肉の中にどの程度放射性セシウムがあるか。大体78、低いのが80ぐらいから150くらいですね、個体差があるんですね。でこの時にこれまで牛とかヤギとか羊を使ってですね半数動物半数家畜使った経験では、血液中にもっと出るだろうと実は思っていたんですが、馬の場合はいまだにこれ理由がよく分かりませんが、血液中にはもう全然検出できない非常に低いレベルなんです。ゼロって書いてますけど実は検出できない低いレベルで、ゼロではないとは思いますが、検出できない。それでもちゃんと筋肉中には100を超えるあたりですね出てくると。ですから動物によって実はセシウムの吸収とか代謝がですね随分違うんだなということが分かってきていますが、詳細は分かりません。でこれは実際に糞の中の量とですね筋肉の量ですが、これ考えたら当たり前なんでしょうけども、糞の中のセシウムの量が高いものは筋肉中が低い、吸収が悪いのか、あるいは一度吸収されたものがもう一度胆汁とかを通じて出ているのか、これについてはよく分かりませんが、糞中の濃度とは反比例する。でも血液中ではほとんど検出できないというようなことも分かってきました。でその後汚染してない餌に切り替えてですね4週間後の時点で6頭中5頭はですねもう検出できないレベルに下がったんですけど、1頭まだ30ベクレルと、これは法律上は問題ないにしてもですねまだ検出できるようなレベルで残っていると。でこれも実は今までの経験でいうと牛なんかだったらもう当然検出できないんじゃないかというふうに思っていたんですが、馬の場合は割合上がるのも遅いんですけども下がるのも遅いと。ですからそういうふうに動物によってセシウムの代謝のスピードが違うということが考えられます。で、8週間後にはもう検出できないレベルになって、16週間後も同様であるというようなことが確認できます。でそれぞれ、途中でですね2頭ずつですけども安楽死処分して、いろんな肝臓とか、いわゆる五臓六腑ですねについて採在して調べるということをしています。で念のためにこの病理組織を見てですね細胞がおかしくなってないかということも調べました。でこれは実際にもう00って全部検出限界以下のデータなんですが、心臓とか肝臓脾臓腎臓ですね、それから筋肉とか、そういったもので4週間後に正常な資料に変えて4週間後で8週間後16週間後に調べてもですね検出できない。ですから割合速やかに体中からですね消えていくということも確認できました。でこれからですね8週間ぐらい汚染ヘイレージを与えた場合にです。で大体ですけども5000ベクレルぐらい毎日1頭の馬に与えた場合に
正常な餌に切り替えて8週間すれば、体内の汚染レベルは検出限界以下まで下がるということが確認できます。でこういうことをよく英語ではクリーンフィーディング、餌を与えることで体内をきれいにしてしまうという言い方をしますが、馬ではですね、こういう今回お話ししたような条件ですと、大体与えたのと同じぐらいの期間があれば、体内から消えてしまうということが分かりました。でこれはちょっと余談的なんですが、これまでもうすでに報告してるんですが、第6回ですね、平成25年の4月に羊の場合はどうかということをお話ししています。でこれは福島県のですね、ちょうどこの辺りですね、割合汚染が高いところですが、二本松で飼われてた羊を100頭ほどですけども、これをこの白川っていうところに持ってきましてですね、でここで放射性セシウムを含まない、これは輸入した飼料なんですけども、それを3ヶ月ほど与えて、で3ヶ月後に実際にこれも五臓六腑調べてですね、どうなるんだろうということを調べております。でこの時もですね、3ヶ月約12週間なんですけども、これ随分長いですけども、給与しますとですね、体内の汚染レベルは検出限界以下まで下がると。ですから羊についても馬よりもっと長い時間が必要ですけども、仮に汚染してしまったとしても餌を切り替えれば体内から抜けていくというか、そういうことがあるんだということが確認されております。でこれもやはり、クリーンフィーディングという言い方になるんですが、これは一番最初もう事故の同じ年のですね11月にこの回でですね紹介しましたが、これは牛の場合です。これはもっと短くて、牛のミルクなんですが、事故がありました年のですね5月6月、もう本当に2ヶ月後ぐらいに行った実験ですが、これは2週間ほど正常な餌を与えて、そして2週間汚染した餌を与えて、でその後ずっと調べるということをミルクでやっています。これは筋肉ではあります。でそうしますと、これも実際体重あたり同じ量を与えてですね、でミルクを毎日絞ってどれだけミルクが出たかと。でこのミルクの中の放射性セシウムとか、そういった放射性の各種の量をですね測るということを毎日2回ずつやって、そうしますとミルクの場合はですね、大体1週間ぐらいでギュッと上がってきてですね、40ベクレル前後まで上がって、でその後正常な餌に切り替えると非常に速やかに牛乳の中は下がっていくと。でこの血液の筋肉というのはこれちょっと単位が違うし、別にやった実験のデータをここに無理やり入れたんですけども、実は血液中はもっと速やかになくなります。ところが一方で筋肉中は長く残りますので、やはり羊の例とか馬の今回お話ししたようにですね、臓器によって体内のその減り方っていうのは随分違う。でこの上がり方については牛の場合はですね、私たち以外にですねいろんな世界中の人が報告しておりますが、馬については未だによくわからないというようなことでございます。でバタバタっとお話しましたけども、牧場の技術職員のそれで獣医の皆さんですね、随分とサポートしていただいて、こういう一連のですね研究を今も継続しております。早くですね、こういう事故の問題が収まることを期待しております。以上でございます。ありがとうございました。